こんにちは、稲香です。今月頭に瀬戸世紀の動画から投稿を開始して、今回の動画で4本目になります。もともとブログの代わりとして始めましたが、思ったより多くの人に見てもらえて、とっても嬉しいです。駅巡りは勢いで始めた趣味ですが結構続いたものでして、まだまだ動画にしたい駅のストックがたくさんありますが、今回も旬の留萌本線の駅をご紹介したいと思います。今回は2026年3月に廃止される JR 北海道留萌本線北秩父別駅をご紹介します。実はこの駅、廃止まで残り3年というところで待合室が新調されています。待合室の新調前後で訪問していますので、様子を一緒に見ていきましょう。北秩父別駅は北海道秩父別町にある JR 北海道留萌本線の駅で、1956年仮乗工場として開業しました。留萌本線の開業が1910年ですので、それから約半世紀後になります。同じ留萌本線ではマップ駅も同時に開業していますが、2023年石狩沼田駅から留萌駅間の廃止に伴い廃止されてしまっています。そして当駅を含む残った区間も2026年4月をもって廃止が決まっています。1987年国鉄民営化により全国の仮乗工場と同じように駅に昇格しました。トマー路線上の主要駅どころか板張りホームしかないこの駅は、概要としてお話しできるのはこの程度になります。早速駅の観察に移っていきたいと思います。私は2018年夏、2022年夏、2024年夏に訪れています。北海道でよく見られる典型的な板張りホーム。よく見られると言っても、ここ数年でだいぶ淘汰が進んでしまいました。現在では富良野線の岳殿駅、西中駅、鹿内駅、宗谷本線の糠南駅、日進駅、手塩川温泉駅、瑞穂駅などが残っています。私は2021年に廃止されてしまった宗谷本線北西駅や北見淵駅が好きでした。これらの駅たちもいつか動画でご紹介できたらと思います。また2018年訪問時は板張りホームが緑色に塗装されていましたが、2022年再訪時はすっかり色落ちしてしまっていました。よく見たら待合室に掲げられていた木造の駅名標もなくなってる。こちらが2018年の時刻表。そしてこちらが2022年の時刻表。さらにこちらが2024年の時刻表。本数は変わっておらず、深川駅方面が4本、石狩沼田駅方面が2本。この区間は上下7本、計14本の列車が運行されていますが、半分以上通過していることになります。特に朝の石狩沼田駅行きは途中駅に一切止まらないので、もはや回送代わりに客扱いしているのにも等しいです。
それ以外も留萌駅方面は朝一本も止まらず、始発が16時21分なので、この地域から留萌高校への通学は一切考慮されていなかったようです。こちらは2018年の運賃表。そしてこちらは2022年の運賃表です。石狩沼田駅の動画でも説明しましたが、JR 北海道は2019年、2025年に値上げをしています。こちらは駅名表。まただいぶ年季の入った駅名表もありました。板張ホーム駅らしく、駅舎はありません。当然無人駅です。すごいノスタルジックな待合室が一つだけあります。マップ駅に似ていると思っていましたが、こうやって見比べてみると結構違います。この待合室、実は JR が設置したわけでも、秩父別町が設置したわけでもなく、開業時に近隣住民が建てたと思われることが2022年になって分かりました。こちらは石狩沼田駅方面。こちらは深川駅方面です。待合室の中の様子です。結構きれいに維持されていました。除雪用具も保管されていました。ただ少し立て付けが悪くてドアの調子が、立て付けが、なんかこの待合室、斜めってない？こちらは2018年の様子。そしてこちらが2022年の様子。明らかに4年間で傾きが悪化していますね。近寄ってみてもよくわかります。沈んでる方を横から見てみましたが、いまいち原因はわかりませんでした。とはいえ、頼りない木材で支えているだけで、いつ崩壊してもおかしくなさそうな雰囲気でした。これは駅が廃止される前に待合室が崩壊するのでは、そう思って後にしましたが、その1週間後に案の定立ち入り禁止になりました。そしてこちらが2024年の様子。閉鎖された待合室は撤去されてしまいました。その代わりに立派なプレハブ小屋が置かれていました。プレハブ小屋の中に入ってみましょう。よくあるカラフルな椅子が4つあります。旧待合室時代にはなかったカラーボックスに、地方の駅にありがちなミニ図書館も設置されていました。廃止まで残り3年なのにもったいない感じもしますが、プレハブ小屋は再利用が効くので、廃止後はかつて北秩父別駅待合室だったプレハブ小屋がどこかで活躍しているかもしれませんね。さて、そんな北秩父別駅の周辺情報をご紹介いたします。こちらは1977年の航空写真です。辺り一面田んぼだらけですが、それなりに民家が点在しているので、利用者数も期待できそうです。ただ、仮乗降場だったせいか、この頃の利用者数を見つけることができませんでした。そしてこちらが2024年の航空写真です。まず大きく目につくのが南側に新しくできた高速道路。留萌本線の廃止の一因になったであろう深川留萌自動車道です。周囲はもともと多くない民家がさらに減っています。ちなみに利用者数は1992年の時点で1日1人、2025年では 0.0 人と
定常的に利用されている方は全くいません。よく路線廃止まで残ってくれたと思います。石狩沼田駅の動画でもご紹介しましたが、一応深川駅から石狩沼田駅間でバスが並走しています。ただし北秩父別駅は最寄りのバス停から 1.5km ほど離れているのでご注意ください。前述の通り通過列車が多いので隣駅から歩くのも手ですが、秩父別駅からは 2.5km、石狩沼田駅からは 4.1km とやや距離があります。ここはタクシーを使うのが最善かもしれませんね。いかがでしたでしょうか？廃止まで残り時間がなく、現地も当然雪が積もっていますが、絶滅危惧種板張ホームの最後の勇姿をぜひ見に行っていただけたらなと思います。こんな感じで鉄道や廃線、離島のご紹介をしていきますので、チャンネル登録していただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。